こんにちは、のすけです。前回の動画で、無音 PC というのはなかったことにして、ファンをつけて CPU の温度を計測してみたのですが、温度が下がりませんでしたバタン級。のすけの IHI によると、CPU の温度を下げる手段として、冷媒をノベック7000に変更する。もう一つは、パンツを脱ぐ。ではなくて、ベースプレートを外すで済ます。これまでもヒートスプレッダーとベースプレートの間に、たっぷり塗っとり CPU グリースを塗布していますが、少なからず接触熱抵抗があるはずなので、接触熱抵抗についてはこの辺の動画でおさらいを。いいねボタンを100回ぐらい押してくれると助かります。ということで、ヒートスプレッダーに直付けできる、水枕を作っていきます。できました。断面はこんな感じです。ヒートスプレッダーにこんな感じで取り付け、この溝にオーリングが入ります。ノベックの入り口と出口に4分の1のネジを切りました。断面では壁が見えてますが、ここに水路があってノベックが流れます。水枕は、こんな感じのプレートで固定します。透明な水枕でないと、ノベックの沸騰が見えないので、今回は透明レジンと IPA に初チャレンジ。ジェフの店でボタンをポチリ。一つは NOVA3D の高透明レジン。もう一つは師匠がこれやべえ、と言っていた。ケックスセルドの透明レジンです。3D プリンターでサクッと召喚。IPA を使うので、ゴム手袋を着用します。造形は成功したみたい。サポート材はなしとしています。IPA で高速洗浄。IPA の匂いはスピリタスに似てますね。ちょっと乾燥をさせて、熱湯に入れます。1分ぐらい湯船につけたら、レジンが柔らかくなるので、秒で剥がれます。レジンを剥がすのがめっちゃ楽になりました。綺麗な方の上 IPA に入れて、シェイク。さっきの熱湯を細長い容器に移して、レジンを水中で二次硬化させます。師匠によると、ベタつきがなくなりやすいらしいです。15分ぐらい放置プレイ。水中二次硬化完了です。水揚げ。マンダム。試作品ができました。上の段がケックスセルドの透明レジンで、下の段が NOVA3D の高透明レジンです。数字はそれぞれの標準設定に対して、調整した露光時間を表しています。まずは NOVA3D の標準設定、4.5 秒から見てみましょう。ちょっとわかりにくいですが、ネジ部が造形できてません。透明レジンの場合、紫外線を透過してしまいやすいので、不必要なところまで硬化、細部の造形が難しいらしいです。ということで、露光時間を1秒絞ってみたのですが、やっぱりネジ部は造形できませんでした。それどころか、露光時間を絞ったことで、至るところに造形不良が。変が激しいのは、寝落ちして一晩放置プレイ。下からなので、脳幹でお願いします。マース3プロとの相性なのか、NOVA3D の高透明レジンは扱いが難しいようです。続いて、師匠のおすすめ、ケックスセルドの透明レジン、標準設定の7秒です。ネジ部の造形は NOVA3D よりもできているようですが、この状態でネジを締めることはできませんでした。露光時間を絞っていけば、ワンチャン、完全なネジが造形できるかなと思ったのですが、そうは問屋が下ろさない。露光時間を半分の3秒まで絞ってもダメでした。で、やっぱり露光時間を絞ると造形不良が。結局、ケックスセルドの標準設定である7秒が良さそうです。仕方がないので、ネジはタップで切り直すことに。
ネジの造形は大体できているので簡単でした。表面がザラザラだと、透け感が足りないので、ヤスリで表面を仕上げていきます。最近、寒くなってきましたね。マジで腱鞘炎が痛いですんかお。修行の時間が終わりました。今回初めて1000番のダイヤモンドヤスリ使いました。流度が揃っていて、摩耗もしないので、砥石よりも使い勝手が良さそうです。あとは、電動ポリッシャーで磨いていきます。できました。でスケスケ。これなら沸騰したノベックをよく観察できそうです。内側は 3D プリンターで造形したままですが、この表面粗さならオーリングで機密できそうです。押さえのプレートも作っておきました。デザイン的な観点からポリッシャーでの磨きはせず、すりガラス感を出してみました。オーリングを取り付けます。ちょうど良いサイズのオーリングが売ってなかったので、紐のオーリング素材を切って使います。ノベックによる防塵対策を考えて、バイトンをチョイス。切ったオーリングの隙間には、耐薬品のガスケットを。ガスケットが乾かないうちに、CPU に取り付け、プレートで押さえて一晩放置プレイします。一晩経ちました。ここで問題が発生。めっちゃ曲がっとる。光造形のレジン、結構柔らかいみたい。プレートで水枕をしっかりと押さえつけないと、オーリングが機能せずにおもらしなんてことに。オーリングが機能せずにおもらしなんてことに。オーリングが機能せずにおもらしなんてことに。大事なことなので3回言いました。なので、対策品のプレートを急いで作りました。厚さが2倍の 12mm になっています。これで曲がらないはず、多い日も安心です。対策品のプレートを取り付けて、オーリングもしっかり密着しています。配管は前回のものが有用できました。完成です。すりガラス、エモい感じというのでしょうか？ノベック7100を注入します。今回もヒートスプレッダーが浸かる程度まで注入。いざいざ、実験といきませう。スイッチ、オン。見た目ではわかりませんが、無問題で起動しています。前回と同じで、負荷をかけなければ、ノベックの沸騰は始まらないようです。おもらしもないようなので安心ですね。では準備ができたので、負荷をかけてみませう。ポチッとな。やっぱり95度になってしまいました。しかも若干サーマルスロットル入っているから、前回よりも悪化しているかも。なんでや。それに、なんか香ばしい音が。前回は、沸騰しててもこんな音鳴らなかったはず。